ではやっていきましょう。焚き火台のファイヤーボックスを洗っていきます。使うのは重曹、それとクエン酸ですね。この2種類を使って洗っていきます。ファイヤーボックスはステンレスバージョンになります。チタンでも同じです。重曹とクエン酸で洗えばいいだけです。ちなみにチタン製のブッシュボックスもあるんで洗っていきます。このファイヤーボックスはすでに使っていてですね、焼き色とかついてるんでわかると思うんですけど、一回実は軽く洗ってるんでそこまで汚れてはいません。使った後直後ですね、洗うところを取ればよかったんですけど、保管するための洗浄とご理解ください。ファイヤーボックスはですね、熱で曲がりにくい加工してあるんですけど、この面だけですね、それが弱くて曲がります。右上に修理している映像を載せてますけど、このように曲がって火床がセットできない。あるあるですね。ステンレス製のファイヤーボックスをお持ちの方はだいたいここ曲がってるんじゃないかなと思います。そこまだ灰とかあるんで、汚れはまだありますね。これ灰受けです。これも軽く洗っただけなんで、しっかりと洗ってないんで汚れまだついてます。ファイヤースティックですね。五徳とかに使う棒です。焼き色、すすですかね、若干汚れてて、通常はこんぐらい軽く洗えばいいだけなんですけど、これも一緒に洗っていきます。使うのは寸胴です。ステンレス製の寸胴です。26センチあります。ファイヤーボックスといえばゼブラですね。ゼブラ社のビリー缶が有名ですけど、こいつがゼブラ社のビリー缶ですね。若干改造とかしたりするんですけど、やってません。中には実は10センチのビリー缶も入ってたりするんですけど、あんま使わないですね。なぜなら5号炊きの丸型飯盒とほぼサイズが同じでですね、こっちは15センチ直径あるんで若干大きいんですけど、ビリー缶で、ゼブラ社のビリー缶でできることはですね、すべてこの丸型飯盒でできます。なので買って後悔するキャンプ道具の上位にいるのがゼブラのビリー缶だったりします。内緒ですけど。で、まずお湯を沸かします。沸かさなくてもいいですけど、沸かした方が作業はかどります。重曹を適当にドバドバ入れてます。水の量が多いんでですね、後で追加で入れてたりもします。よく溶かします。そこにファイヤーボックス本体入れていきます。灰受けも入れます。ファイヤースティックも入れます。そして煮ていきます。15分ぐらい煮ればいいんですけど、だいたい忘れてるんで30分以上煮たりします。ちょっと水というかお湯濁ってるんですけど、汚れが落ちてる証拠で、これ使った直後だとですね、もっとすすがあるんでもっと真っ黒になります。これチタン製のブッシュボックスですね。チタンブルーが綺麗になってますけど、これ入れるの忘れてたんでですね、実は慌てて入れてるところです。もうすでに沸騰させてる。これトライベッドですね。ブッシュボックスの五徳とかに使うやつです。平べったいやつです。すでにもう煮てるんでですね、余熱でブッシュボックスは重曹に押してます。そして冷めたら取り出します。量が多いんでですね、なかなか冷めないんで、これ翌日にやってます。まず寸胴を洗います。重曹を使ってるんでですね、重曹
が乾燥するとこういうふうに粉を吹いてですね、いろいろ付着しているんで、まずそれを洗い流すというかですね、水で洗った後中性洗剤で洗ってます。ステンレスはですね、重曹で洗うとお鍋ややかんとかきれいになるんでですね、実はファイアボックスよりも結果的にこのステンレス製の重曹がきれいになっちゃったというオチになってしまいました。もうまるで営業が終わったラーメン屋さんのようにですね、洗ってます。この後も使うんでですね、しっかり重曹を落としてます。この時点でピカピカです。これ重曹です。磨き洗いをします。重曹を使ってですね、こういうふうにスポンジで洗うとクレンザーを使ったのと同じ効果があるんでですね、通常はですね、もうこの洗い方だけでいいと思います。しっかり汚れ落ちますし、すすとかついてるともうスポンジとか真っ黒になります。油も落ちるんでですね、別にスチールールでゴシゴシする必要はないかなと。ファイヤースティックや灰受けもしっかり洗った後、水ですすぎます。なんだ、洗う前と全然変わってねえじゃねえかって話なんですけど、こんな感じです。次にクエン酸ですね。これで煮ていきます。梅干しの成分ですね。一緒です。15分ぐらい煮込みます。冷めた後取り出します。これも一晩置いておいたんで、これ3日目です。こういう作業はですね、1日2日はかかります。クエン酸なんでちょっと黄色っぽくなっててですね、もう見た目酸っぱいジュースです。飲みませんけど。ファイヤースティックやトライベットはですね、製品によって違うんで、なかなかですね、思想が現れてて面白いなと思います。で、また寸胴を洗います。外側も内側も、基本的に寸胴とかですね、内側さえピカピカにしときゃ問題ないです。このシンクは野外にあります。手前はもうオープンです。野ざらしというか、上に屋根はあるんですけど、田舎の家にはどこにも野外のシンクがあるんで、そういうとこでやってます。これは中性洗剤で洗った後のファイアボックスです。汚れ落ちてるんですけど、焼き色ついてるんで、もう見た目はこんな感じになります。ステンレス製の焚き火台はどれでも一緒だと思います。これも取れます。サンポールとかで使うとですね、シルバーが結構蘇ったりするんですけど、なぜ焚き火台なんでですね、もうこのレベルで全然いいやといろいろ見ながらですね、思ってるところです。あと分かりますかね、左右にですね、細かい線みたいなのが走ってると思うんですけど、これがステンレスの目と言われるやつで、この目に沿ってスチールールとかで磨かないと、縦に磨くとですね、汚れってなかなか落ちません。で、洗いにくいんですよね。ファイアボックスもブッシュボックスも火床とか灰受けがくっついてるんで、これ乾かした後です。焼き色はついてるんですけど、汚れは落ちてるんで、このレベルで十分だな、焚き火台はと思いながら確認しているところです。焼き色つくからですね、もう一度使うとシルバーは消えちゃいます。下の方の熱があまり加わらないところぐらいですね、シルバーが確認できるのは。そこもですね、こういう風になるんですけど、いろいろ薪とかですね、小枝からヤニとか出てゴシゴシやれば
取れはするんですけど、どうせまた使うんでですね、まあいいやと思ってここで洗浄は終了ですね。これで十分と思います。あと油塗って保管しておけばですね、通常はいいと思います。ちょっと内側ですね、一番ダメージを受けるところ、赤サビが気になってですね、洗った直後なんでこう指でこすってもつきはしないんですけど、どのみちまた赤サビ出てくるなと思ってですね、防サビ加工をすることにしました。ホルツのサビ止めですね。赤サビを黒サビに変換して保護するやつですね。安くて便利ですよ。コールマンの2バーナーをメンテナンスした時のやつが残ってたんでですね、これを使います。塗っていきます。新品買う必要なかったんですけどね、気づかなかったです。表も裏も塗っていきます。ファイヤースティックを入れる穴とかあるんですけど、そういうとこも含め隙間とかも全部塗ってます。乾かした後ですね、ブロンズ色になって、なんか味があるなと思ってるところです。で、最初に塗ったところはですね、こういう風に黒くなっているんで、赤サビやっぱあったんだなと、ちゃんと黒サビに転換されてます。表面はですね、テラテラした感じになるんで、コーティングした形ですね。そういう風になります。使うと多分剥がれるとは思うんですけど、保管するための処理としては、ここまでやれば完璧かなと思います。通常は油塗るだけで、洗った後油塗るだけで十分だと思います。ヒンジのところはですね、何もやってないんで油をさしてます。未浸油ですね。100均とかに売ってあります。余分な油を拭き取って動きを確認してます。ファイヤースティックや灰受けにも油を薄く塗っておきます。これで終わりですね。あとは収納して保管するだけです。他は部品パーツあるんですけど使ってないんでですね、軽く洗って一緒に保管です。ステンレス製の焚き火台はですね、こういうふうに重曹とクエン酸使えば簡単に洗えます。おしまい。